タコスと見せかけて、本体はこっち。このでかいローカル飯は何なんだ。世界最高の観光都市ナンバーワンに選ばれたサンミゲル・デ・アジェンデ。石畳の世界遺産にはメキシコらしいパワーあふれる芸術と伝統的な食事、すべてが揃っていた。メキシコビールで流し込んだら夜の路上に現れたメキシコ定番マリアッチたち。なぜ旅人はサンミゲル・デ・アジェンデに行きたがるのか、その疑問に答えます。ポコ旅ライフ。カラフルで石畳がある町、サンミゲル・デ・アジェンデ。銀の交易路で栄えた歴史ある町です。2008年には世界遺産にも登録されています。10時31分。サンミゲル・デ・アジェンデのバスターミナルに到着しました。ここから歴史地区の世界遺産まで歩いていこうと思います。今回のサンミゲル・デ・アジェンデの観光は、世界遺産にも登録されている歴史地区を歩き回ります。サンミゲル・デ・アジェンデってアメリカの旅行雑誌でナンバーワンの観光都市に選ばれてるんですよね。サンミゲル・デ・アジェンデに行きたくなってしまう理由をこの動画ではバンバン紹介していきます。だんだんと暖色っぽいカラフルな街並みになってきた。これがサンミゲル・デ・アジェンデらしいカラフルなコロニアル建築だよね。もうこの辺りから世界遺産のエリアに入っています。でさ、みんなに見てほしいのがこの石ころの道よ。サンミゲル・デ・アジェンデといえばこの石畳の道が有名ですよね。早速出始めた。ただね、実際に歩いたらかなりゴツゴツしてるから、観光中のスニーカーはまずマスト。それと、スーツケースの方はホテルまでウーバーで行っちゃった方がいいな。出たメキシコ定番コンビニ、丸××丸、通称クソ。グアダラハラとかで見た都会的な感じじゃなくて、やっぱりこの景観に馴染むよう工夫した外観になってるよね。さすが世界遺産の街。街歩きするとこういう気づきがあるから楽しいんだよね。今はみんなに見せたい観光スポットまで歩いてる途中なんだけど、石の道にカラフルな壁、古い木の扉、これだけで絵になる街なんですよね。昔から景観が守られてきたコロニアル都市で、2008年に世界遺産に登録されたんだってね。よーし、みんなに見せたい観光スポット第1号目に着いたぞ。まず一発目は教会。入り口のど真ん中に黄色の壁と質感が違う部分があるでしょ。これカンテラ石って言ってこの辺りで取れるものなんですよ。まず玄関に地元の石細工を構えさせる。このセンスの良さだよね。どんどんこんな感じで街歩きをしていくんですが、この景観を当てにサンミゲル・デ・アジェンデの基本情報をみんなに伝えときます。メキシコ・グアナハト州のサンミゲル・デ・アジェンデの人口は約 17.4 万人。公用語はスペイン語、通貨はメキシコペソの町です。外務省の危険情報でもこのエリアはレベル1。メキシコの中ではまだ比較的歩きやすい観光地なんだそうです。今回のサンミゲル・デ・アジェンデではメキシコ伝統料理を紹介するつもりです。タコス以外もね、そろそろみんな気になってきた頃っしょ。さて、本格的な街歩き前にカロリーチャージのお時間ですわよ。今回は日本大使館のホームページにあったエンモラーダスとエンチラーダスっていうメキシコローカル飯に挑戦してみようと思います。オレンジジュース頼んだつもりがレモネードとのコンビナードが出てきちゃった。実質2杯分だからデカポコちゃんです。オレンジの甘さ、レモンの酸っぱさ、柑橘系生搾りジュースの外れのなさ。これは街歩き中にいい爽やかさ。最初に出てきたのはトルティーヤを揚げたチップスですね。赤いソースは多分サルサロハかな。でも辛っ。メキシコのタコスってそもそも生地のトルティーヤがうまいんですよ。だからその生地をバリバリに揚げたのがうまいのは当然で、もうメキシコが私を掴んで離さないよね。うわ、すっごいチョコレートの匂い。これデザートじゃないの？真ん中の何かが完全にチョコレートの海で溺れちゃってる。でも横にお米がいるから、これちゃんとメインディッシュなんですね。これがエンモラーダスっていう料理か。
こういうことね。これね、日本人が想像する甘いチョコとは全然違うわ。まずこの正体は、鶏肉をトルティーヤで包んだものに、チョコ系のソースをかけたものでしたね。で、味なんだけど、口に入れた瞬間は、チョコの甘さ、噛み始めると、鶏肉の旨味とスパイシーさ、そんで最後の後味で、もう一回チョコが戻ってくる感じ。意外と辛いんで、唐辛子とか入ってそうだな。このチョコソースは肉に合わせる濃厚なソースみたいな位置づけなんすかね。あとね、食べ応えがすごすぎる。だってトルティーヤが鶏肉包んでるだけでも結構満腹なのに、もはやチョコの中で泳いじゃってるぐらいソースかかってるからね。しかもお米付きだったのも忘れてた。腹パンメキシコ料理エンモラーダスですな。ジュースもあまりに美味しすぎたんで、オレンジジュースで再注文しました。This is フレッシュなオレンジジュース。生搾りってついてたらさ、もう頼むに越したことないよね。来たぞみんな、次はエンチラーダスだ。さっきから見た目のインパクトすっごいね。緑のソースにカラフルな真ん中の何か。食べる前からまたもやドキドキするビジュアルだね。お隣は豆のペーストにさっきのトルティーヤチップスが刺さってるのかな。これもね、さっきと同じくチキンをトルティーヤで包んでるとこまでは同じでしたね。でも今回はソースがサルサベルデ系ですわ。つまりタコスにかけるのと同じ方向性の味なんですよ。だから酸味と香辛料の風味がトルティーヤと鶏肉にバチッとハマっててうまい。あと豆の風味も結構して普通にうまい。こいつは味わって食べたくなるエンチラーダスだな。サンミゲル・デ・アジェンデが旅人に選ばれる理由は、こういうメキシコ郷土料理まで楽しめるところなんでしょうね。最後にお会計ですが、メキシコはメニューの表示価格に 16% 税込みの明瞭会計だから安心だポコ。引き続きみんなにここに来たくなっちゃう理由を紹介していくわよ。にしてもおテント様気持ちいい。そりゃワンチーも街歩きしたくなるわな。さてと、ランチ後一発目、サンミゲル・デ・アジェンデといえばこちらのホテル。ここも必ずみんなに寄ってほしい。すでに気になる外観してるでしょ？すごいよね、これ。このホテルには大量のお日様たちが飾られてるんだって。ちなみにこちら、宿泊してなくても観光していいそうなんで、ありがたく見学させてもらいます。メキシコでは太陽が生命力の象徴だったり、アステカの太陽神トナティウとも結びついたモチーフだったりするそうですね。メキシコの方にとって太陽は大事なものなんだろうな。デザインだったり、色合いだったり、表情だったり、どれ一つ同じものがないのがさ、発想力豊かですよね。実際、サンミゲル・デ・アジェンデは年間を通して日照時間が長くてカラッと晴れる日が多いんだって。年間平均気温はだいたい19度くらい。標高は約1900メートルの高地だから、本当に太陽にも近い街なんですよね。このホテルに泊まって屋上のテラスで日向ぼっこも最高そうだね。みんな、こんだけあるから、一番お気に入りの太陽を見つけようと思って探したの。で、見つけました。栄えある太陽グランプリ。ボコボコボコパン。このレスラー風太陽。メキシコっぽくていいよね。お次は、ホテルすぐ横にあるアルテサニアス市場です。道の両脇に細い路地が伸びていて、商品が並んでいますね。みんな、ここには何が売られているのか、潜入調査の準備はいいか。なるほどね。バッグ、アクセサリー、キーホルダー、置物。いわゆる雑貨が売られてる感じかな。手先が器用な方々によるハンドメイド作品販売会って感じですね。サンミゲル・デ・アジェンデは手工業の街としても有名なんだってね。手作り感もほっこりするし、メキシコっぽさも感じるから、お土産にも良さそうな市場ですね。母ちゃんからもらった自慢の短足でガンガン街歩き中です。ただね、歩くときに気をつけたいのが、道が狭い割に車が多いことですかね。こんな感じでね、すぐ真横を車やバスが通っていく道もあるし、歩道も細いところが多いから、
人とすれ違うだけでもちょっと大変かな。さらに坂道も結構多いから、思った以上に街歩きは体力を使うかも。でもゴミも少なくて治安も良し、まとまった景観もいいから旅人としては街歩きはかどって助かりますわ。だからか、旅人だけじゃなくて思わず旅犬も来てしまうくらい人気な街なんですよね。それからサンミゲル・デ・アジェンデが芸術の街とも呼ばれている理由を紹介しようじゃないの。こちらの公共図書館、外から見ると落ち着いた建物なんですけど、中の雰囲気はおしゃれそうじゃないですか？かわいい中庭だね。ぶら下がってる色とりどりの切り絵の旗は、よく見ると骸骨ちゃんたちだ。カラフルな原色と骸骨。これだけでメキシコ感マシマシだよね。でもね、みんな、これだけじゃないのよ。ここ、売店がすごいらしいんで、ちょっと行ってみますね。どうすごいのかな。こういうことか。天井真っ赤っかじゃないの。ただのメキシコっぽい公共施設なのかなって思って入ったら、全然違ったんだね。どうやら、こちらのアートは、地元のアーティストであるデビッド・レオナルド氏が、メキシコの歴史や人々のエネルギーを描いた壁画なんだそうです。こういうのがサンミゲル・デ・アジェンデが芸術の街って呼ばれてる理由の一つなのかもしれないっすね。で、芸術の街の理由はここにもあるんですね。今歩いてるのはエル・ニグロマンテっていう文化センターの前です。エル・ニグロマンテはもともと修道院だったんだけど、今は絵や彫刻のアートクラスなんかを行う施設になってるんだって。入り口の牛さんがかわいいポコ。街の景観と相まってよりシャレオツだね。そして今映ってるのがラスモンハスっていう修道院の入り口。実はさっき牛がいたエル・ニグロマンテともともとは一つの巨大な修道院だったんです。祈りを捧げていた修道院が半分はラスモンハスとしてそのまま残っていて、もう半分はアートを学ぶ場所、エル・ニグロマンテに代わって現在も残っているというわけなんですね。で、こちらがアジェンデ庭園ですね。そして、その奥に見えているのがイエーイほら。そして、その奥に見えているのが、聖ミカエル天使教区教会です。マジでメキシコの人明るい。ここは外せないスポットらしいですよ、皆さん。サンミゲル・デ・アジェンデの象徴、聖ミカエル天使教区教会です。なんと、地元の建築家がヨーロッパの絵はがきだけを参考に、このネオゴシック様式を設計したんだって。現地に行ったことがないのに作っちゃうのはすごすぎるって。そして本日、結婚式の最中でした。おめでとう。外観しか見れないんだけど、想像で作ったところもあるから、メキシカンテイストがちょっと入ってるんだろうね。ヤシの木の後ろにそびえ立つヨーロッパ風の外観の教会ってのがメキシコのサンミゲル・デ・アジェンデの教会を象徴してると思うわ。どこ撮っても綺麗なこと。みんな晩ご飯までもうちょっとだけ街歩き頑張ろうね。この青い建物、目を引くおしゃれな邸宅かなって思ったら、カサ・ドラゴネスのテイスティングルームでしたわ。カサ・ドラゴネスはサンミゲル・デ・アジェンデ発の高級テキーラブランドなんですよね。メキシコといえばテキーラですが、中も完全予約制のプレミア空間になってるんだって。ここらでね、ちょっとみんながね、サンミゲル・デ・アジェンデを見下ろしたくなってきたと思うんでね、坂道をさらに登っていきます。いやね、この車も苦戦する急勾配と道の狭さを見てください。でも、譲り合いも含めてサンミゲル・デ・アジェンデの良さかもしれないです。いや、どの車も大変そうでしたよね。でもこの石畳の坂がなんと趣あることよ。でさ、この扉の傾斜具合も見てよ。下の部分もう30度とかいっちゃってんじゃないの？ 30 度もあったら人間登れねえよ。はい、登ってきました。みんなこのサボテンを見てくれ。いや違う。このサンミゲル・デ・アジェンデの全貌を見てくれ。
前回のグアナハトはパキッとした原色かつカラフルっていう街並みだったけど、今回のサンミゲル・デ・アジェンデはちょっと渋くくすみがかかってるかつ暖色多めな色合いな街ってのがよくわかると思う。1542年に始まったこの町は、前回グアナハト周辺で掘られた銀を運ぶ中継地として、商人や旅人が行き交いながら発展していったんだって。そこからさっき市場で見たような手工業でコツコツと栄えて、今では旅人が一度は行きたいと憧れる芸術の街となってるんだって。世界遺産の美しい街並みをこうやって高台から見るとさ、長い歴史を振り返るようでロマンチックだよね。さあ、降りていきましょうか。街並みが綺麗なんでね、飽きずに歩けるよね。みんなこけないように気をつけてね。はい、降りてきました。すごい坂道だった。サンミゲル・デ・アジェンデで暮らしたら体力つきそうだな。っていうかやっぱり傾斜がすげえや。みんな建物の下の方の角度見てほしい。下に構えちゃってる。さて、お昼の街歩きもそろそろ終わりかな。その前にピンクがかったバロック風の正面に先住民文化の影響も残るこちらの教会を紹介させてくれ。こちらはサンフェリペ・ネリ聖堂です。お祈りされている方が多い時間に来てしまいました。現地の方から大切にされているんですね。教会の前で清掃されている方もいらっしゃいます。清潔感があると旅人としては助かりますよね。あれは聖フランシスコ教会ですね。さっきの教会と同じくメキシカンバロック様式と新古典主義が組み合わさった面白い教会なんだって。残念ながらもう閉まってた。みんなもうちょっとだポコ。宿に着く前の観光ラストは市場の社会見学です。サンミゲル・デ・アジェンデは本当に最初から最後まで暖色の建物多いですね。テラコッタカラーがおしゃれだし、時計もついてるからレトロな駅みたいですよね。おー、いいね、いいね。山積みの新鮮な野菜やフルーツが並んでおりますよ。地元の方を支える巨大な台所って感じ。屋内屋台も充実してますね。地元の方の胃袋をがっちり掴んでおります。おそらく観光客向けの市場ではないけど、現地の方の暮らしをこうやって垣間見させてもらえるのはありがたいし面白いですよね。おーし、ホテル着いた。が、ちょっとみんな待ってくれ。ホテル横にあったミニマートでビールを買わせてくれ。一旦一息つかせてくれ。メキシコど定番のモデロを飲ませておくれ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。復活。今まで飲んできたメキシコビールはあっさり飲みやすいものが多かったけど、これはね、麦の味、苦味ともに一番日本のビールに近いんじゃないかな。坂道で蒸発した水分もモデローで復活。ちょっとお昼寝して体力回復に努めます。で、夜のライトアップも綺麗らしいんで、それを見に行って、いい感じのお店でご飯とかお酒が飲めたらいいかな。おやすみ。寝る前にちょっとだけホテル紹介。バックパッカー旅なんでシンプルな寝るだけ部屋です。トイレバスは共用だけど広めで開放感があっていいですね。共用のテラスもおしゃれで気持ちよかったですし、ウォーターサーバーの水は汲んでもいいとのことで助かりました。すっかり日も落ちましたね。夜になって出歩いてる方は多いんで、やはり治安は良さそうですよね。みんなお待たせ。晩ご飯の時間だポコ。きちんとご飯を食べられるレストランって感じですね。実はですね、皆さん、私ここで食べたい料理があるんですよ。それは、このお店の名物かつ、メキシコ料理のモルカヘテです。いや、なんかすごいらしいんで、楽しみですわ。その前に、セルベサでサルーでもしましょうか。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。うま。
こいつは軽くて非常に飲みやすいいいおビールですわ。メキシコのビールはいい意味で麦とホップを感じないものが多いから、お水のごとく流し込めんのよね。ちょっと、二人がかりで持ってきてくださってる。でかすぎんだろ。いざ、着丼ポポちゃんです。このただならぬオーラはやばいって。いろいろはみ出してるじゃん。入ってるのはソーセージ、唐辛子、はんぺん。あと、肉は一応ハラミらしい。百聞は一見にしかず、ポンコツ黙って実食します。あとね、これももらった。そしてまさかの二段構造。メキシコおなじみ、トルティーヤが隠れてました。上に乗ってるのは豆のペーストとサラダかな。さらに、ライム、トマトのサルサ、茶色のチリソースももらいました。これは、トルティーヤでこの豪快な石窯の具材を包んで召し上がれってことなんですかね。焼きたてあちー。いや、これね、とにかく肉がうまいわ。ハラミっていうか、食感、食べ応え、ステーキ肉そのもの。あとこれね、トルティーヤが小麦じゃなくてトウモロコシなのもいいわ。チリソースは焼肉のタレみたいだけど、唐辛子効いて結構辛い。酸味あるサルサ、スパイシーなタレ、極上のステーキ肉、トウモロコシの旨味が効いた生地。こんなうまい料理ある？これ食べに来るだけでも、サンミゲルでアジェンデに来る価値あるっしょ。濃厚なモルカヘテをさ、ライトなメキシコビールで流し込む相性の良さよ。やっぱ料理に合うようお酒って作られてるんだな。にしてもすごい量。食べても食べても減りまへん。ここに来るまでに結構上り下りしてきたんで、いつもよりお腹減ってるけど、ちょっと不安になってきたぜ。アーシアモルカヘテタコス生産工場だポコ。モルカヘテって結局タコスとも言えますよね。強いて言うならこれまでより豪華な具材をトルティーヤで包んでるっていう違いですかね。みんな次はね、セシーナっていう味付けされた牛肉を入れたんだけど、薄切りの単勝みたいだわ。ちょっと弾力はこっちのが少ないけど、ライムとサルサでさっぱり度を極限にすると無限に食べられるって言えるぐらい、たまげるほどうまい。ドスエキスでセシーナキモディー。それから伝え忘れてたんだけど、こんなにあるのに、お通しに揚げトルティーヤチップスももらってるんですよ。これもまたトウモロコシの風味が効いててうまい。でもね、トウモロコシの風味が油で揚げた後も損なわれてないの。パリパリ食感が楽しいし、もう食欲煽ってくるわ。そしてビールも煽られる。お次もメキシコビールのお時間ですよ。テカテ、テカテ、テカテ、テカテ。いや、それ、マックのポテト上がった音。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。テカテもドスエキスと同じくホップ麦感控えめなグビグビ系だね。なんだけど、テカテの方がよりキレと苦味を感じるかな。味がしっかりしたモルカヘテには最高のおビールっつうことだ。ちょっと待って、みんなこれサボテンだよね。トゲがなかったらでっかい茎わかめみたいじゃん。人生初サボテンだポコ。いや、サボテンおもろ。食感はちょっとシャキシャキしてて、ほのかな苦味の後に粘り気を感じるの。近いもので言うと、サヤインゲンとかオクラだと思う。サボテンサラダとしても食べたいね。サボテンをテカテで流し込めば、これでアーシもメキシコ人。これ食べた後も正体わかんなかったんだけど、例えるなら柔らかいかまぼこにうっすら塩味がついたもの。もうこれしか言えない。まだまだ食べきれてない。次はチョリソーでも行くか。辛いかな？チョリソーはね、肉が細かくスムージーで、炭火焼き感あってうまいね。そんなに辛くもないかな。
他の肉は歯ごたえがあったのと、肉自体に味付けがなかったから、これ食感柔らかくて、ちょっとスパイシーだから、気分転換に食べられるのがいいね。すげえ立派な唐辛子も鎮座しておりますのよ。せっかくなので食べてはみたが、案の定辛かった。早急にテカテで応急処置。やべ、みんなには見えないと思うけど、額に汗伝い始めそう。ちょっと一口がでかすぎたか。まあ、元気が出そうではあるけど、全部食べたら明日のお腹が悲鳴を上げそう。いやー、結構頑張ってこれだわ。本当に美味しいんだけど、実質ステーキ盛り合わせとタコス食べてるようなもんだから、お腹パンパンです。あとはこの手袋みてえな可愛いサボテンで締めポコちゃんするか。一生分のモルカヘトを食べられたんで、サンミゲル・デ・アジェンデの登山で消耗した体力もバッチシカロリーチャージできたと思います。旅先でこんなに胃袋が満足したローカル飯は、サンミゲル・デ・アジェンデが初めてでしたね。腹ペコの旅人には良さそうだ。ごちそうさまでした。音楽が聞こえるから、ちょっと寄ってみたら、メキシコド定番の音楽、マリアッチをしてた。もうめっちゃ盛り上がってます。あの男性めっちゃボケましたね、さっきから。ていうか演奏だけじゃなくて歌が上手いのもすごいですね。芸術の街。来るぞ。来るぞ来るぞ。わかんねえ。わかんねえけどすげえ楽しそう。これあの人がどれだけボケるかで、この曲一生続くじゃん。いや、めっちゃ楽しい街ですね。サンミゲル・デ・アジェンデ。お昼は世界遺産の街並みを歩いて、しこたまメキシコフードをビールで流し込む。そんで夜は夕涼みがてらみんなでマリアッチに浸る。もう最高の街じゃないこれ。やっぱサンミゲル・デ・アジェンデはすごいわ。旅人が来たがる街なだけありましたね。おはようございます。今日はバスでメキシコシティに向かう日です。まずはウーバーでバスターミナルに向かいます。10分で着きました。世界遺産の街からそんなに離れてない位置にあるのも助かりますね。サンミゲル・デ・アジェンデ自体は比較的落ち着いた観光地だったけど、バスジャックとかあったりしてリスクがゼロじゃないんですよ。だから今回も一等バスでメキシコシティへ向かいます。バスはほぼ帝国発。バス内の紹介はこちらの動画をご覧ください。みんな、おはよう。爆睡してたらロープウェイ飛んでた。これカリブ諸国のドミニカ共和国でそっくりなの見たな。上から見る景色はかなり印象的だったので、よければご覧ください。そろそろメキシコシティに着きそうなんで、なぜサンミゲル・デ・アジェンデが旅人に選ばれるのか、これにズバリ答えたいと思います。それはズバリ渋い石畳に落ち着いた暖色の世界遺産の街並み、そこに流れる芸術色全開のマリアッチ、そしてメキシコの伝統料理まで、これらすべてが歩ける距離に詰まっていたからですかね。
坂道や車は多かったけど、治安の良さ、街の清潔さ、何より街歩きのワクワク感が良かったんで、夢中になって旅ができた街でした。帝国から約30分遅れだけど、メキシコシティに無事着きました。メキシコの場合、安全に到着できるなら、時間の遅れはもはや気にならないですね。次回はメキシコシティ近郊にあるでかすぎる遺跡テオティワカン編。ポンコツの体力はもうゼロよ。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。